はい。皆さん、こんにちは。海外在住トレーナーのようです。すいません。ここ最近ちょっとオンラインのパーソナルの方が忙しくて、なかなか動画を撮る機会がなかったんですが、今日はようやく時間が取れたので撮っています。今日はですね、パーソナルトレーナーに持っていてほしい資質というか、パーソナルトレーナーだったらやっぱりこの経験は必要だよねっていう話をしていきます。日本でもパーソナルトレーナーさん今増えてきて、いい面と悪い面がやっぱり出てきてますよね。いい面ではやっぱり多くの人がそのパーソナルトレーニングっていうものを経験できる環境が整ってきて、その設備面、ジムも増えてきたし、そういう指導できる人も増えてきて、もっともっとそのフィットネスがアメリカのようにもっと一般的に身近に感じられるようになったっていうのはすごくいいことだと思います。ただその反面、やっぱりトレーナーの質ですよね。そこの部分が問われてくるのかなっていうふうに思います。やっぱり指導経験が長い人、成り立ての人で、やっぱり指導の質っていうものにはやっぱ差が当然あるものなんですが、トレーナーとして人を指導する上で、これだけはやっぱり持っておいてほしいなっていうそのものを今日は解説していきたいと思います。トレーナーさんのインスタとか見ると、何千人指導経験ありとか、パーソナルトレーナー歴何十年みたいな。それも一つの指標としてはすごくいいとは思うんですが、僕はそれよりももっと重要なことがあるんじゃないかなというふうに思っています。まずそもそもトレーニングってどういうふうにやっていかなきゃいけないかっていうと、やっぱり自分の限界に挑戦していて、前よりもやっぱり少しでも自分の限界を突破し続けていくっていうところなんですよね。なのでいつもやっぱり限界値、自分の限界値、ギリギリのところを、そのラインをやっぱり狙って、やっぱトレーニングをやっていくっていうところになってくるので、本当にトレーニングっていうのは、当然その怪我のリスクっていうのは常にある状態で、トレーニングをやってるんですね。でもやっぱそこでパーソナルトレーナーさんがついてくれてることで、そのフォームの修正だったり、もし潰れそうになった時にサポート入ったりとか、なのでその怪我のリスクとかそういうものを減らしてより効率的に効果的にトレーニングをやっていけるっていうようなものなんですけど、やっぱりそこの限界値の見極めっていうところがすごく大事になってきます。人の体ってやっぱりみんな違うんですよ。みんなそのスポーツ経験も違うし、関節の強さも違うし、腱の強さも違う。なので、パッて見ただけでこの人がどこのラインまで攻めていけるかっていうのはやっぱ正直わからない。なので、カウンセリングとか予備動作、予備運動の中で動きを見ながら、で、トレーニングを進めていきながら、この人のラインはこれぐらいだなっていうのをトレーナー側も見定めていくんですけど、前提条件として、トレーナー自身が自分の限界値も分かっていないトレーナーは、僕は人を指導するのはちょっと不安かなと思います。ちょっと怖いかなっていうふうに思います。まずどういうことかっていうと、そもそも自分の限界値を知らない人が、どうやって他の別な人間の限界値を分かりうるのっていうところなんですよね。じゃあ限界値ってどういうところかっていうと、怪我することはやっぱり良くはないんですけど、怪我をした経験があるトレーナーさんっていうのは僕はすごく信頼できるなっていうふうに逆に思います。で、その怪我も例えば事故とか不注意でなった。そういう怪我ではなくて、トレーニングを追い込む中で怪我をしてしまった怪我の経験っていうのは、すごくこのトレーナーの経験としてはすごく価値があるものになります。その怪我も、数週間、全治数週間の怪我とかじゃなくても、全治半年とか、もう1年ぐらいトレーニングを休まなきゃいけないような、やっぱりそういった大きい怪我ですね。怪我をすることは良くはないです。いいことではないんですけど、そういった経験をしてるっていうことは、トレーナーとして、トレーニーとしても、今後、すごく財産になってくることだと思います。やっぱりその怪我から学べることってすごくあるんですね。なんでその怪我が起こったのか。自分のその可動域だったり、モビリティが足りていなくて、その怪我に至っているのであれば、そのリハビリのトレーニングっていうのは他のお客さんのトレーニングの参考にもなるし、自分の引き出しとしてもやっぱりすごく代償は大きいんですよね。代償は大きいんですけれども、学べることってすごくあるので、僕もこの肩の腱板2箇所断裂した怪我からリハビリをしながらだんだん今回復してきてるんですけど、年明けから本格的にボディビルの大会に向けて調整トレーニングを入っていけるような状態になってきたので、やっぱり怪我っていうものはやっぱり良くないけれども、
トレーナーとして人を指導する上では、すごく貴重な経験になってくると思います。トレーナーって、トレーナー以前に、そもそもその人がトレーニーなんですよね。その人がやっぱどれだけ自分を追い込んでトレーニングやってるかっていうところがすごく大事になってきてて、で、やっぱり必ずトレーニングをこう重ねていくと、その精神力が肉体を凌駕するタイミングって必ず出てくるんですね。精神力がどんどんついてきて、あともう一回、もうワンセット、もうちょっと重い重量を上げていく。こういったその精神力がついてくるんで、必ずどこかでその肉体が追いつかない、精神力が勝ってしまって、肉体を超えてトレーニングをしてしまって、怪我をするっていうパターンがあるんですけど、これはやっぱり一トレーニーとしては必ずどこかで訪れる経験なんですね。でもここのレベルまでトレーニングをやっている人っていうのは自分の限界値、ここまでやったら怪我しちゃうんだっていうのを分かってるんですよね。これは僕は人を指導する上ではすごく重要な経験なんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね。自分がその怪我をした経験で、怪我から回復してどうやってリハビリしていったかっていうところも、やっぱりトレーナーとしてはすごく大事な経験になってきます。人を指導するにあたって。日本の JBBF の、レジェンドたちはやっぱりみんなすごい怪我をしてますよね。ゴーロさんだったら胸を断裂してたりとか、相澤選手だったらヘルニア、腰を痛めてたりとか、みんなそういう選手たちってやっぱり大きな怪我を経験してるんですよね。やっぱそこまでやっぱ精神力が強くなってトレーニングをもっともっとハードにやれていけてるその精神力と、やっぱりその怪我の経験から、ここまではやっちゃいけないんだ。このぐらいになってきたらちょっとやめなきゃいけないなっていうのは自分の経験の中で分かってるんで、そういう人っていうのは人を指導する上でもやっぱりそういう経験があるので、追い込み方を分かっているトレーナーさんたちだと思うんですね。人のその表情だったり、その挙上スピード、挙動のブレとかを見たときに、もうこれ次いけないな。ここでやめておこう。いや、これもう1レップ、もう2レップいけるな。ここの判断っていうのがすごい大事になってくるんですね。ここの1、2レップがやっぱりトレーニングの醍醐味というか、そこが旨味というか、やっぱり自分の限界を一歩二歩破っていく上では、ここの1、2歩のこのプッシュが大事になってくるので、やっぱりこういう経験っていう、怪我の経験したトレーナーっていうのは、僕はすごく信頼できるんじゃないかなっていう一つの判断材料として自分の中で持っています。ね、お客さんのその限界値っていうところを、ギリギリのところをやっぱりトレーナーとしては、こう、メニューの組み方も重量の設定もそういうような組み方になっていくので、やっぱり自分の限界値すら知らないトレーナーがお客さんのその限界値をどうやって見極められるのっていうところがあるんですよね。やっぱ自分がやっぱりトレーナー以前に僕自身がそのトレーニーとしてしっかりどこまで自分を鍛錬できているか、いろんな経験を自分で実験として自分の体を使ってやってきてるかっていうところが、僕はトレーナーとしてのその引き出しの多さにもつながってくると思うので、もう僕が受けたい AB のトップレジェンドの人たちってもうみんな怪我してるの僕は知ってるんですよ。どういう怪我したとかっていう話は YouTube とかで見てるので知ってるんですけど、僕はもしパーソナルトレーニングを誰かに依頼するときは質問する一つの内容かもしれないですね。トレーニングの中でどういった怪我をしたことがあるか。で、その怪我からどういうふうにリハビリをして現在の状態に戻ってきたかっていうのは、皆さんがパーソナルトレーナーを選ぶ上でも一つの判断材料として持っておくことはすごくいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。